こんにちは、しょうこです。今回も聞きに来てくれてありがとうございます。ところで皆さん、私のプライベートの話になってしまうのですが、私はもうすぐ誕生日なんです。また年を取りますね。皆さんは誕生日の日、何をしますか？国によっては、誕生日の人がケーキやお菓子を用意して、みんなで楽しむっていう人もいるみたいですね。素敵ですね。私は最近はお菓子作りが好きなのでケーキを作る予定です。チーズケーキが好きなのでチーズケーキにするつもりです。今年もいい年にしようと思います。さて、本題に入りましょうか。今回は一人で日本語を勉強する方法について話します。皆さんの中にはこんな悩みがある人もいると思います。日本語学校に行きたいけれど、お金や時間がない。周りに日本語を話す友達がいなくて、会話の練習ができない。テキストは持っているけれど、一人だと何から始めればいいかわからない。一人だと何をやればいいかわからないし、ネイティブが近くにいない環境で、一人で言葉を身につけるのは確かに簡単ではありません。でも、心配しないでください。今回は1日たった15分でできる5日間の勉強プランを紹介します。特別な道具もお金も必要ありません。忙しい人でも無理なく続けられる方法です。ぜひ最後まで聞いてくださいね。それでは始めましょう。まず、この勉強法の考え方を説明します。日本語が上手になるためには、5つのステップがあります。1つ目は単語、2つ目は書くこと、3つ目は聞くこと、4つ目は発音、そして5つ目は話すことです。この5つを順番に1週間かけてやっていきます。ここでとても大事なポイントがあります。それはインプットとアウトプットを交代でやるということです。インプットというのは新しい言葉や情報を自分の頭に入れることです。アウトプットというのはその入れた情報を実際に話したり書いたりして外に出すことです。多くの人はインプットばかりしてしまいます。単語を覚えてそれで終わり。でもそれだけでは実際に使える日本語にはなりません。インプットとアウトプットをキャッチボールのように毎日交代ですることで自然な日本語が少しずつ身についていきます。それでは月曜日から順番に詳しく話していきます。まず月曜日です。月曜日は単語の日、つまりインプットの日です。ステップは3つあります。1つ目のステップは今週のテーマを決めて単語を10個選ぶことです。教科書を最初のページから覚えるのはとても大変ですよね。しかも自分の生活に関係のない単語だとすぐ飽きてしまいます。だからまずテーマを一つ決めましょう。例えば今週のテーマを趣味にしたとします。テーマの決め方は簡単です。友達に自分の趣味について話すところを想像してみてください。話している途中で、この言葉、日本語で何て言うんだろうと困ったことはありませんか？そのうまく言えなかった言葉こそがあなたに本当に必要な単語です。もし何も思いつかなければ、YouTube の動画を見ながら気になった言葉をメモするのもいい方法です。二つ目のステップは単語カードを作ることです。スマホのアプリを使ってもいいですし、紙のカードでも構いません。カードの表に単語を書いて、裏にその意味を書きましょう。もし
イラストを入れられたら、もっと覚えやすくなります。例えば、夢中になるという言葉なら、裏に何かにとても興味を持って時間を忘れてしまうことというような簡単な説明を書いておきます。3つ目のステップは、そのカードを使って単語を覚えることです。もし15分の中で時間が余ったら、この練習をしましょう。もしカードを作るだけで15分が終わってしまったら、無理をしなくて大丈夫です。それで月曜日は終わりです。次は火曜日です。火曜日は書く練習、つまりアウトプットの日です。まず、一つ目のステップとして、月曜日に作ったカードを5分だけ見返します。昨日覚えた単語をもう一度頭の中で確認するイメージです。人間は1日経つと多くのことを忘れてしまいますから、この復習がとても大切です。2つ目のステップは、月曜日に選んだ単語をできるだけたくさん使って短い文章を書くことです。条件は一つだけです。月曜日の10個の単語をできる限りたくさん使うこと。もし難しいと感じたら、無理に自分だけで考えなくても大丈夫です。それぞれの単語を使った例文を辞書やインターネットで調べて参考にしても構いません。3つ目のステップは、書いた文章を自分で読み直すことです。声に出して自分の文章を読んでみましょう。すると、あれ?ここちょっと不自然かなと気づくことがあります。それでいいんです。もし自分だけでは間違いに気づきにくいと感じたら AI、例えばチャット GPT のようなツールにこの日本語をもっと自然な表現にしてくださいとお願いするのもおすすめです。これで火曜日は終わりです。続いて水曜日です。水曜日は聞く練習、つまりインプットの日です。一つ目のステップは、今週のテーマに関係のある動画や音声を探すことです。テーマが趣味なら、趣味や休みの日の過ごし方といった言葉で YouTube や Podcast を検索してみましょう。日本人が自然に話している動画がたくさん見つかるはずです。もしなかなか見つからなかったら、リクエストをくれたら私のポッドキャストでテーマに合ったお話をするのでコメントで教えてくださいね。二つ目のステップはただ聞き流すのではなくメモを取りながら聞くことです。ペンとノートを用意してわからない言葉や表現があったら書き留めておきましょう。動画が長い場合は全部を聞かなくても大丈夫です。最初の3分だけ集中して聞くというやり方でも構いません。3つ目のステップは同じ部分を何度も繰り返して聞くことです。何度も聞くうちに少しずつ意味が分かってくるはずです。それでも忘れてしまった単語があれば自分のメモを見返して確認しましょう。これで水曜日は終わりです。次は木曜日です。木曜日は発音の練習、つまりアウトプットの日です。この日にやることはとてもシンプルです。シャドーイングという練習をします。シャドーイングというのは音声を聞きながらまるで影のように少し遅れてすぐ後について同じように声に出して言う練習方法です。水曜日に聞いたあの動画をもう一度使います。もう何度も聞いていますから、内容にはすでに慣れているはずです。スピード、イントネーション、発音、
この3つをできるだけそっくり真似することを意識してください。最初はうまくいかなくても、繰り返すうちに口が自然に動くようになっていきます。そして最後、金曜日です。金曜日は話す練習、つまりアウトプットの日です。一人なのにどうやって話す練習をするの？と思う人もいるかもしれません。その答えは一人で話すことです。少し不思議に聞こえるかもしれませんが、これがとても効果的なんです。一つ目のステップは、スピーチを準備することです。今週のテーマについて、1分くらいの短いスピーチを作りましょう。月曜日に書いた文章をもう一度直したり、火曜日、水曜日、木曜日で学んだ表現を付け加えたりしてもいいです。二つ目のステップは、そのスピーチを声に出して練習することです。目の前に誰もいなくても、日本人の友達や職場の同僚が座っていると想像してみてください。鏡の前で練習するのもとてもおすすめです。ここで意識してほしいのは、気持ちを込めて話すということです。ロボットのように感情のない平らな声で話すのではなく、本当に話しているつもりでジェスチャーをつけたりするのもいいですね。3つ目のステップは自分のスピーチを録音することです。今週の最後の成果として動画でも音声でも記録に残しておきましょう。録音した自分の声を聞くのは少し恥ずかしいかもしれません。でもそこにはきっと新しい発見があります。発音が思ったより違っていたら、正しい発音を調べて、もう一度練習してみてください。そして、月曜日の自分と比べてみましょう。きっと、たった5日前よりもずっとスムーズに自信を持って話せるようになっているはずです。録音して聞くのがどうしても嫌な人は AI に話してみて通じるかやってみてください。AI ははっきり話すと会話の意味がわかるのでいい練習になると思いますよ。さて、最後にとても大切なことをお話しします。1日15分なんて短すぎて意味がないんじゃないかと思う人もいるかもしれません。でも少し考えてみてください。15分の勉強を今日、明日、明後日、毎日続けたとします。それを1年間続けると合計でおよそ90時間になります。何もしなかった人と90時間、インプットとアウトプットを繰り返した人、1年後、どちらが日本語を上手に話せるようになっていると思いますか？継続は力なりですよ。今回は月曜日から金曜日という形で紹介しましたが、必ずこの曜日通りにやる必要はありません。1日目から5日目までやったら、また1日目に戻ってもいいですし、途中で2日休んでも構いません。大事なのは、毎回の勉強時間の長さではなく、続けることそのものです。一人で勉強していると、時々寂しく感じたり、やる気がなくなったりすることもあると思います。そんな時は、またこのチャンネルに戻ってきてください。世界中に皆さんと同じように一人で頑張って日本語を勉強している仲間がたくさんいます。一緒に少しずつ頑張っていきましょう。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録といいねもお願いします。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。